ここで本間留吉さんについてですね、ちょっと補足したいと思います。彼は一人のカナダ市民としてドミニオン、つまり、英領カナダ議会の、カナエの傾聴を問う訴訟を起こします。つまり、オタワ政府の統治能力を試したわけです。これは画期的なことでした。BC 州議会はすでに1872年には中国人とそれからインディアン、先住民ですね。先住民の投票権を剥奪しております。ですから、1895年にそれに日本人も付け加えたわけです。そして本間が訴えたこの裁判の結果、BC 州の地方裁判所とそれから最高裁は本間に軍配を上げました。しかし最終的に BC 州政府はこれを英国に持ってきます。英国の枢密院がそれをひっくり返しました。英国枢密院の判決は帰化したナショナライゼーションですね。帰化法は万人に平等の市民としての権利があると認めてはいる。だが、地方選挙において特定の住民をその人種背景を理由に選挙人名簿に記載するかどうか、これを決めるのは州議会の権限であるという摩訶不思議な奇弁を使いました。おそらくはですね、これは最初から周到に準備されていたのではないかと、疑いたくなります。この急転直下の、本間の敗訴に対して日系人社会は冷淡な反応を示したと言います。つまり帰国を前提として暮らす人たちにとってはですね、市民権は漁業ライセンスを取得するための手段に過ぎなかったわけです。つまり、市民権、シティズンシップがなければ漁業ライセンスは、下りなかったわけです。ですからこぞって、帰化したわけです。結果として本間はこの敗訴によって信用を失い、リーダーの座を追われました。そして失意のうちに1945年、スローカン収容所で死去しました。葬儀に駆けつけた鳥取県人会の会長さんの川尻庭市さん。この川尻さんというのは、朝日チームの本を書いた、パット足立がいらっしゃいますけれども、2世です。パット足立のお父さんでいらっしゃいます。川尻さんが弔辞を読んだそうです。この弔辞の最後をこう結んだと言います。本間さんは自分が志したことの成果を見ることなく、あの世へ行ってしまうけれども、後にカナダに残って戦う人はまだまだおりますよ。いつの日かあなたがやろうとしたことは達成されますよ。と言ったそうです。これは僕とのインタビューでそうおっしゃってました。1993年のことですけど。そして1945年8月、第二次世界大戦は終わります。本間が亡くなってから4年後の1949年、日系カナダ人社会は最終的にやっと投票権を手にしました。この右のですね、青い表紙の本は地元和歌山県三尾の一世で日系史研究家の小山重治さんがお作りになった直版の本です。小山さんは本間の息子と縁戚関係にありましたが、彼ほど熱心に郷土史と取り組んだ人はいないと思います。尊敬申し上げております。さて、失礼。本間留吉はカナダ市民としての権利と義務と平等の象徴である投票権を求めて、果敢に戦った先駆者でした。その先駆者としての歴史に、彼はそのカナダ市に名を刻んだわけです。1990年、BC 州バーナビー市に建てられた公立小学校エレメンタリースクールは、留吉本間スクールと命名されました。
これ、留吉を、これ、トミーと、通称で呼ばれているようです。トミー・ホンマスクールですね。終戦の翌年の1946年、英国枢密院はまたしても、日系人を日本に送還するカナダ政府の政策は合法であると決心しました。これに対して日系人を支援するカナダ市民団体は猛然と反対運動を起こします。そしてこの政策をですね、途中で中止させました。非常にこれは差別的な法律だったわけです。政策だったわけです。というのは、まず、日本へ送還するという言葉を使ってますけども、これは2世にとっては、日本は外国であり、彼らにとっては追放でしかなかったわけです。また、日系人が BC 州を出て、各州に散らばっていきました。そしてそこで再定住するわけですけども、そこでもって他の地方のカナダ人たちがいかに非人道的なことが BC 州で起きていたのかを、やっとこのカナダ全体、カナダ社会全体が理解したわけです。すべてのカナダ市民の人権を保障する法律は、先ほど言いましたように、1982年の自由と権利憲章、これで制度化されました。とはいえ、人種差別は今も歴然として存在します。私たちの人種の平等を求める戦いは今も続いております。これで僕の短いプレゼンを終わります。ありがとうございました。さて、ミキさんちょっと待ってね。皆さん、次にゲストとの交流に入ります。まずこの写真をご覧ください。昨年2021年、岡山県美浜町美尾村のアメリカ村カナダミュージアムに、久野義兵のひ孫にあたる高井俊夫さんが、曽祖父義兵の胸像と、それからトーテンポールというですね、カナダの先住民が制作した、このトーテンポール、これを寄贈いたしました。この写真はその除幕式の時のものです。久野義兵さんのこの胸像と、カナダ西海岸特有のトーテンポールというこの組み合わせはですね、極めて珍しい、レアで貴重なものだと私は思います。1890年代から1880年代ですね、頃から先住民の子供たちは家族から無理やり引き離されて全寮制の学校に入れられました。そして10年間そこで過ごして出てきた時には自分の言葉と文化を喪失していました。ですから、このトーテムポールはその頃から作られなくなったわけです。そしてちょうどその頃ですね、1880年代、久野義兵はじめ、日本人移民がカナダ西海岸に流入し始めたということになります。つまり、この2つの記念碑は、19世紀後半のカナダと日系移民の歴史を浮き彫りにして、とても意味が深いと言えます。この写真、右からカナダミュージアムの館長さんの三尾高江館長、それから久野義兵さんのひ孫にあたる高井俊夫さん、そしてこの着物の女性が美浜町の町長さんの藪内美和子さんです。はい、お待たせしました。それでは、みきさん、ゲストの紹介お願いします。どうぞ。はい、ゆうすけさんありがとうございました。今日もとても素晴らしい歴史の語りをどうもありがとうございました。とても学びが多い時間でした。それではゲストコーナーです。本日のゲストは2018年以来地域創生事業の一環として三尾での語り部プロジェクトの講師を務めてきた日野岬アメリカ村会員の伊豆石美沙さんに活動や授業内容を語ってもらいます。ミサさんは
語り部ジュニアプロジェクトの講師です。ミサさん、こんばんは。こんにちはですね。まだね、すみません。よろしくお願いいたします。ミサさん、ミュートになってますかね。ちょっとお待ちください。語り部ジュニアさん。ミュートですね。はい、ミュートになってますね。ミサさん、ミュートになってます。聞こえますか？聞こえます。はい、よかった。声大きくしてください。はい。皆さんこんばんは。NPO 法人日の岬アメリカ村、語り部ジュニアプロジェクトの講師をしてます。磯井しみさと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日晴れてますか、ミサさん。もうすごいいいお天気です。そうですか。羨ましいです。はい、ブリティッシュコロンビア州はもう雨になってしまいました。そう、今日はありがとうございます、ミサさん。まずですね、ミオはカナダ移民をね、たくさん輩出した町なんですけれども、なぜカナダ村ではなくってアメリカ村なんでしょうか。で、そのミオについて少し語っていただけるでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず私が今います、岡山県美浜町美代村。今は美代村とは呼ばないんですけども、ここは、移民の多く輩出した、いいんですか。移民をもうちょっと声大きくならないかな。すいませんけど。もう少し声大きくしてもらっても大丈夫ですかね。はい。私が今いる和歌山県日高郡美浜町美代というところは、カナダ移民の多く輩出したところとして独自の文化を育んできたところなんですけども、移民をした人たちが建てた洋風の建物ですとか、あと英語混じりの会話が当時はよく聞かれたということで、アメリカ村と呼ばれるようになったそうです。ただ、なぜカナダ村じゃないんですかって皆さんきっと思われますよね。で、多分確実なことは誰もわからないんですけど、多分カナダは当時まだ新しい国だったので、アメリカの方がよく知られてたので、アメリカ村と呼ばれているんだと思います。で、ミオは一時、カナダに移民した人たちからの送金ですごく潤っていたんですけども、戦後はそのカナダと、日本のミオの関係っていうのはどんどん薄れていってしまいます。今はもう日本の他の地域と同様に過疎化が進んで、人口減ですとか、高齢化とか空き家問題などが今かなり深刻になってきています。で、その、民族の活性化と移民の歴皆さん、ミュートにしてください。非常に聞きにくくなってます。ミュートでお願いします、皆さん。はい、どうぞ。はい。2018年に、ミオ地区の活性化、あと、移民の歴史を語り継ぐということを目的に NPO 法人が設立されました。で、ですね、カナダの歴史に触れることは、移民の歴史に触れることのできるカナダミュージアム。この後で皆さんに見ていただくんですけども、古民家を改装した、ゲストハウス、有心庵、そして、スティーブストンというレストラン。これはスティーブストン、ミオの人はスティーブストンと発音できなかったので、スティーブストンと言っていたところから名前が来てるんですけど、このレストランがオープンして、私たちの、語り部ジュニアのプロジェクトも一緒にスタートをしました。語り部ジュニアは毎週日曜日の朝9時40分から11時40分まで授業をしています。で、歴史の時間は日本語でしっかり深く学びます。英語の部分は、ガイドになれるように、英語で発信できるように、英語の勉強もします。で、月に1回は実際にミオに出てみて、神社ですとかお寺ですとかでフィールドワークとして実際に実地
で学んでいます。で、コロナ前の、2018年、1期生の頃は、カナダから結構お客さんが来られてたんですね。なので、お客さんをお招きして、実際に授業でお話をいただいたりとか、あと、当時外務省が日系人を日本に呼んでくるというプロジェクトがあったんですけども、それで50名の日系アメリカ人の学生さんたちを、案内したこともあります。で、1期生の頃は予算もあったので、カナダにも行ってきました。で、これが、そうですね、パウエル祭りでカナダのことをプレゼンテーションさせていただいた時の写真です。で、スティーブストンにも行きましたし、日系プレイスにも行きましたし、普通の観光旅行ではない、移民の歴史に関係のあるところを巡ってきました。素晴らしいですね、ミサさん。有心案、ぜひ、カナダから、行きたいなって思います。素敵な、UK、文化財のところですね。素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。では、ミサさん、今日は、ミサさんが指導する語り部ジュニアさんたちが、今日、ズームに入って、もらっているということで、では、ミサさん、語り部さんをご紹介願えるでしょうか？はい。今ちょっとね、お客様今日見えててですね、あ、はい。ジュニアの子たちは、ミオの案内で今、ミオの中を歩いてるんですけど、ええ、その中で、一人、栗林あゆちゃんをご紹介したいと思います。はい、よろしくお栗願い林あゆちゃん、します。はい。栗林あゆちゃんは、1期生の頃から語り部ジュニアとして活躍してくれてて、今、3期生の今は、スタッフとして後進の育成とか、あと、ジュニアのサポートに当たってくれています。なるほど。お願いしはい。ます。では、ゆうすけさん、画面を一度共有オフにしていただいていいですか？あゆさんはい。の顔、えっと、はい。見えるかな？はい。では、みささん、あゆさん、お願いいたします。はい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 。はじめまして、和歌山親愛大学4年生の栗林あゆと申します。本日よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。忙しい中。こちらこそありがとうございます。はい。よろしくお願いします。では、質問なんですけれども、素晴らしい活動をね、文化継承の活動をされているんですけれども、あゆさんが語り部になろうとしたきっかけは何だったんでしょうか？はい。私が語り部になったのは高校3年生の時なのですが、当時授業の一環で和歌山県からのカナダ移民について学習する機会がありました。そのような時に、語り部ジュニアの受講生を募集していると書かれた張り紙を偶然見つけました。私はもっと和歌山県からのカナダ移民について学びたい。そして英語で移民の歴史を伝えられたら素敵だろうなと思い、語り部ジュニアになることを決めました。実は私は何かを決めるときはすごく悩み、決めることによく時間がかかるのですが、語り部ジュニアの張り紙を見たときは迷いはなく、むしろワクワクする気持ちでした。今でもその気持ちは変わらず、毎週日曜日の語り部での活動が私の生活の中の楽しみの一つです。以上です。ありがとうございます。それからでは、これからも続けたいって思う理由はありますか？はい。これからも続けていきたいと思う理由は、学校生活を送っているだけでは、決して会えない方々と交流できることも魅力の一つだからです。このようにセミナーを通じてであったり、移民のことを学ばれている大学生の方たち、そして自分のルーツ探しに身を訪れる方々、何より、そして素晴らしい語り部の先生方にも出会いました。多くの方々と交流をさせていただいたり、移民の歴史を学び、それを英語で伝える経験は楽しいだけではなく、私の糧にもなっています。また、私が身を歩きながら人に歴史を語る上で大切にしていることは、時々クイズを出すことです。私からの説明だけでなく、クイズを出すことで、
クイズを出しながら紹介するように心がけています。クイズにすることで、語り部ジュニアからの説明を聞くだけではなく、参加者が答えを考える時間が生まれ、語り部ジュニアと参加者が会話を楽しみながらガイドを進めるように工夫しています。以上です。ありがとうございます、あゆさん。案内の時にね、ただ聞いてるだけではなくって、こうね、会話が弾むように、それから参加者の方が考えていけるようにっていうのはとても素晴らしい案だと思いました。ありがとうございます。これからもね、あゆさんのような語り部さんがもっともっと増えることを期待したいと思います。はい。よろしく、ありがとうございます。お願いいたします。はい。それでは、ゆうすけさん、カナダミュージアムの宮田かえさんを、そうですね。さんを呼んでみましょうか。はい。ぜひとも、お願いします。はい。よろしくお願いいたします。みおさん、まず、ミュートを解除していただいて、この後10分ほど館内のガイドをしていただきます。みおさん。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。こんにちは。承知いたしました。よろしく。それでは、ご案内いたします。はい、どうぞ。皆さん画面、はい、見えますね。はい。皆様、こんにちは。羽織ってる。ただいまご紹介いただきました、ミオです。皆様を、このカナダミュージアムをご案内いたしますね。その前に、このカナダミュージアム、ちょっと待ってください。伊豆石さん、みおさん、ちょっとはい。はい。皆さん、お聞き苦しい、音すみません。オフにしてもらわないと。はい、今ちょっと、調整していると思います。これでよろしいですか？はい、結構ですよ。カーリングしてませんか？はい、大丈夫です、大丈夫。すいません。それでは、続きまして、この、さっきミュージアムをご紹介する前に、この建物のことを少し皆様に知っていただきたいなと思います。そうですね。はい、これは、明治初期のカナダ移民で、カナダに渡った方が、老後を過ごすために、1933年に、ふるさとで老後を過ごすために建てられた家です。その建物をカナダミュージアムとして活用しています。それではどうぞ。こちらはカフェです。ミュージアムはカフェも併設して、カナダから帰ってきた人たちがどういうふうに暮らしていたかっていうことを味わっていただくために、ここでコーヒーを飲みながら、当時のカナダ移民の人たちがふるさとで過ごした時間を共有していただければよいかなと思っています。で、この自販機も100年ぐらい前のものですけども、当時カナダで使っていたものです。で、皆さんはカナダに行かれた方は老後を過ごすために帰ってきたときに、当時は船での移動でしたから、家財道具を積んで地元に帰ってきました。中には大きなキングサイズのベッドを持って帰ってきたっていう方もおられます。それでは、はい、こちらへ移動します。こちらも一部カフェになってます。で、これお土産コーナーと、それからこの中にもこのフラズミトランプであったりとか、展示しています。これは船での移動ですから、この中にたくさんの衣類やいろんな品物を入れて持って帰ってきました。最近では人も入れるぐらい大きいねって皆さんによく見学者の方に言われます。これは皆さんこれよくご存知の缶詰ですけども。非常にこれはよく見ますね。普通に。そうですね。これ最近のものだと思います。これは、このクロバリーフの缶詰は私たち子供の頃からよく食べていました。で、カナダっていう、アメリカもそうだと思うんですけども、ずっと何十年もこの、ラベルであったりとか、そういうものは変わらない。
味も変わらないっていう、商品がたくさんあるので、日本とは違ってるなっていうのはよく感じます。それではどうぞ。こちら展示室の方です。先ほどから見ていただいた通り、この建物は内部は和洋折衷になっています。こちらは和室の作りになっていますけども、このお部屋を利用してカナダ移民の歴史を伝えています。それで、ご紹介したいのは、先ほど田中さんからもカナダの歴史を、日系人の歴史を教わりましたけども、その中でメインになる方がこの方です。カナダ移民の、和歌山県のカナダ移民の先駆者と言われている久野義平さんです。この方は1888年に単身カナダに渡り、それから先ほどもお話に出てきました大陸横断鉄道が1885年に西海岸までバンクーバーまで到達したっていうお話を聞きましたけども、その3年後にはもうカナダの地に立って、各地を働きながら移動し、最後にフレザー川のあるスティーブストンに、たどり着いたという形ですね。各地で働きながら移動して、そこで酒漁というものに出会い、地元の人たちを呼び寄せるわけです。地元の人たちは、皆さん、なりわいが漁師なので、しかも昔から遠くは千葉県の方の房総半島とか、江戸時代にはそこまでも、魚を取りに、出漁していましたから、割合、外国に行くことっていうか、海を渡っての遠くの移動っていうのは、あまり、抵抗感がなかった。でも、さすがに、カナダっていう未知の国に行くっていうことに対しては、最初は誰もついていかなかったそうです。もちろん、当時でしたら、今のようにインターネットで情報を集めるということもないですし、カナダへ行くときには、近所の人たち皆さんで、最初の明治初期の頃は、水杯で送り出したっていうような時代ですから。で、やがてでも、ブレダ川に、酒がたくさんあって、もう今までのも、で、見たこともないような酒があるから、みんな来て働かないかっていう、この芸者の呼びかけで、最初は親戚の方が行き、それで確かに、これは働いて、収入の道につながる。しかも日本で働くよりも3倍ぐらいの、賃金。もちろんカナダでは低い賃金の水準に押し込められていたんですけども、日本と比べるとそのぐらいの収入になった。ということで、皆さんそれをきっかけにどんどん行くようになり、やがて身を地区だけでなく近隣の町村も巻き込み、カナダへ行くっていう、形になっていきます。でも、やがて、いろんな、人種差別であったりとか、苦難を乗り越えて、カナダの地でたくましく生きていくわけですけども、田中さんのお話の通り、収容者の、入れられたりした後、戦後、日系人の、カナダに残るか、日本に帰るかっていう選択を迫られたときに、カナダを引き上げてきた人たちは、1945年には、だいたい4000人ほど、強制送還船で引き上げてきたそうです。その1割、約400人近くがこの村に帰ってきました。そしたら、そうすると、その当時戦後、食糧難の時代で、村も大変な食糧危機に面していたわけです。そこへ400人の身内の人たちがどっと帰ってきたときに、なかなかこの村で皆さんを食べさせていくことが難しい。そうすると、そのカナダから帰ってきた人たちは、やっぱし、生活のために、進駐軍で働いたりとか、アメリカ軍のキャンプ、